はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい、今日はですね、はるかさんは今何をしてる人ですかとか、はるかさんは今どこに住んでるんですかとか、そういう質問をいただくようになったので、改めて私の自己紹介をさせていただければと思います。はい。もう早速始めます。私は日本人です。よくね、韓国人ですかって聞かれるんですけど、日本人です。お父さんもお母さんも日本人です。おじいちゃんもおばあちゃんも日本人です。その上のおじいちゃんもおばあちゃんも、そのまたおじいちゃんもおばあちゃんも日本人の日本人です。はい。だから韓国語は話せないですね。わかるのは日本語と、あと、英語ですね。英語も別にペラペラじゃないですけど、中級ぐらいですね。レベルで言うと。はい。で、東京出身です。シティガール。イェーって言いたいところなんですけれども、下町なので、そんなに別にキラキラした場所じゃないです。はい。で、なんだろうね。今の仕事は日本語の教師なんですけど、YouTube とかポッドキャストがメインの仕事ではないです。メインの仕事はレッスンです。日本語のレッスンを毎日しています。はい。あと、シャドーイングコースを自分でやったりとか、あと、ペイトリオンのコミュニティの運営をしたりとかしています。はい。趣味はアニメとゲームと、旅行も結構好きですね。はい、旅行って趣味って言えるのかよくわかんないんだけど、みんな大体好きじゃん、みんな。ね。で、私の年齢ですが、28歳。誕生日は2月22日。大型です。はい。血液型、言ったよね、今言ったよね、大型って。大丈夫ね、趣味も言ったでしょ。好きな食べ物は、ポップコーン、銀杏、焼きおにぎり。この3つですね。はい。で、なぜ今バンクーバーにいるかというと、これは、休暇と仕事です。はい。仕事をしながら休暇を過ごしています。はい。2ヶ月間バンクーバーにいますね。うん。で、今回、インスタグラムと YouTube で、質問を募集しました。私について。ありがとうございます。質問ありがとうございます。ただですね、ほとんどの方がですね、私に質問というよりは、ポッドキャストのテーマのリクエストだったんですね。なので、ポッドキャストのリクエストに関しては次回別でお話しさせていただきます。はい。特にね、大学生活についてとか、大学について話してくださいって方が、マジで5人ぐらいいてびっくりしたんですけど、はい。なので、また今度、お話しします。で、私について、いただいた質問だけちょっとお答えします。まず一つ目。一番好きなアルバイトと一番嫌いなアルバイトは何でしたか？うん。私は結構大学時代アルバイトをしていて、はい。いろいろやりました。居酒屋。居酒屋が多かったね。好きだったからね。うん。居酒屋、カフェ、スナック、スペインバル、あとイベントのスタッフとか、あと面白い、いろんなものをしてました。はい。なんて言えばいいかわからないような謎の仕事とかも結構していました。バーとかね。バーで働いてたりしてたけど、一番好きだったアルバイトはやっぱり居酒屋ですね。はい。一番嫌いなアルバイトは、カフェかな。雰囲気が合わなかった。やっぱ静かにおしゃれに、いるのが無理だった、私は。居酒屋みたいにうるさいところで、適当に笑いながらね、働くのが一番楽しかったんでね、大学時代はね。はい、そんな感じです。アルバイトに関してはまた、後日詳しくお話ししたいと思います。で、もう一つ行きましょう。小中の時どんな部活をしていましたか？こちらもありがとうございます。部活はですね、中高でありましたね、私の学校は。小学校の時は部活はなかったです。はい。はい。これ学校によるかもしれないんですけど、だいたい中高ですね、部活があるのは。で、中学校の時はソフトテニス部。
はい。まあ普通でした。全然別に強くないし、普通。で、高校の時はダンス部でした。これも普通です。普通。まあ今みたいにね、K-POP が流行ってるわけでもなかったんですけど、だからなんか特に人気もなく、普通の部活でした。はい。まあ楽しかったです、部活は。あと面白い質問ですね。5年後どうなっていたいと思いますか？こちらもよ。ありがとうございます、質問。5年後ですね。まあ、私は今28歳なんですけど、5年後だからまあ32、3だね。33、4か。マジ ?33、4? 大人、すごい大人。まあ5年後はすっごく正直に言うと、すっごく正直に言うと、平和に暮らしていたいです。どんな理想があるかというと、普通になんか子供を産んで、犬とか猫を飼って、今より少し広めのお家で、のんびり暮らしたい。超つまんないでしょ。あんまりこうなんか超目標っていうのはないですけど、まあ、私は結構プライベート重視な人間なので、まあ、仕事の面で5年後になると、まあ、日本語のこのポッドキャストを続けていたいっていう気持ちもありますが、まあ、違う仕事を始めてってもいいんじゃないかなと思います、5年後は。もうわかりませんけど、なんか新しいやりたいことを見つけていたらいいなって思ってます、5年後ね。うん。あとは、5年後までに、もっと世界を旅行できてたらいいなと思います。はい。そんな感じかな。まあ、あっという間だよね、5年って。まあ、ちょっとこのコロナの時代なので、しかも今ちょっともう戦争とかね始まって本当にいい時代じゃないので、なかなか思うようにね、思い描いた世界には自分はなってないなと思うんですけど、まあ楽しみですね、5年後。はい。最後です。これはね、1時間5年前の自分に会えるか、5分間5年前の自分に会えるという機会ができたらどう選びますかっていう面白い質問ですね。こちらありがとうございます。でもこれあれかな？ 1 時間5年前と5分間5年後かな？未来の話だよね、多分ね、これ。予想だけど。それを考えてお答えしますと、5分間5年後の未来に行きたいです、私は。うん。まあ、過去、5年前の過去見てもね、って感じなので、やっぱり未来で5年後、人類はどうなっているのか、世界はどうなっているのか、戦争は終わっているのか、広がっているのか、地球なんかは進んでいるのか、円安は終わっているのかとかね。はい。まあそういういろんな私は気になることがあります。ワンピースは最終回を迎えているのでしょうかとかね。はい。まあ、やっぱり未来が気になるなと思います。あとは5分間しかないので、ちょっと難しいかもしれないですけど、宝くじの番号や、競馬のね、番号を、当選番号を控えてですね、持って帰るという、そういったね、バックトゥーザフューチャーみたいなことをしたいなと思います。ね、みんな考えるよね。未来に行ったらね、宝くじの番号を知りたいとかね。はい、そういう感じです。はい。でも面白いですね。皆さんはどうですか？ 1 時間5年前に戻るか、5分間5年後に行くか、どっちがいいですか？で、もしかしたら5年前に何かめちゃくちゃ未練がある人はね、5年前に戻るのいいかもしれないですよね。うん、はい。まあ、そんな感じで皆さん質問ありがとうございました。ポッドキャストのテーマのリクエストについてはまた後日お話ししたいと思います。はい。またね、私について追加で質問がある方はぜひコメントお待ちしております。はい。じゃあ今日はこんな感じでまた次回。あ、間違えた。あ、以上、終わりです。はい。今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。私のインスタグラム、YouTube、Twitter を、フォローもお願いいたします。はい。あと、Patreon、こちらのメンバー募集しております。Patreon ではですね、
なんだっけ。私のポッドキャスト聞けたり、ブログが見れたり、このポッドキャストの新しいフレーズとか勉強できたりします。はい。ぜひ、ご参加お待ちしております。それと、シャドーイングコースも募集しております。こちら、詳しくはこちらの動画をご覧くださいませ。はい。以上かな。なんか最近またインスタグラム更新し始めたので、ぜひチェックしてみてください。はい。ちょっとね、今、エアビーで泊まってるんですけど、ちょっとどなたかがね、今シャワーを浴びてて、シャワーの音聞こえるかな？もしかしたらうるさいかも。ごめんなさいね。はい。あとなんかあったっけなないね。ないね。あ、この、YouTube なんですけど、ポッドキャストのチャンネルでも聞けますので、Apple Podcast、Spotify なので聞けるので、こちらもよろしくお願いします。はい。じゃあ、また次回。ここで言うんでね。ここでまた次回さようならだよね。はい。さっきちょっと早めに言い過ぎちゃいましたけど。はい。じゃあまた次回。さようなら。